これは、私がですね、昔、雪山でアルバイトをしていたことがあこれはるんですね。何年ぐらい前の話ですか？これに関してはもう20年近く前の話になりまはい。すね。雪山でアルバイト。はい。はい。雪山でアルバイトしてた頃で。で、もともとスキーが得意で、スキーのインストラクターのアルバイトを大学生の頃にしていたんですね。はい。はい。で、スキーのインストラクター用の宿舎が、当時あまり整備されておらず、うんうん。凍えるほど寒かったので、はい。いくつかちょっとペンションを渡り歩いて、どの道部屋が空いてるのであれば、ちょっと安く貸してくれないかという話を、交渉ですよね。はい。何件かとさせていただいたんです。その雪山というのは日本の雪山ですか？日本の雪山であ、す。はい。ごめんなさい。はい。で、3軒目、4軒目回ってるうちに、1軒、いわゆる住み込みでバイトを雇っているペンションがあって、で、たまたまその冬は、住み込みのバイトの方の数が少なかったので、一部屋、お客さん用の部屋ではないけれども、住み込みのバイトの方向けの部屋であれば、いよいよと、快諾いただけて。で、インストラクター用の宿舎よりはよほどそれでも綺麗ですし、はい。何より風通しがそこまで良くないと。ちゃんと密閉されていて、はい、室内が暖かかったので、そこに寝泊まりをさせてもらうことになりました。はい。で、こういう話をしてしまうと、そのスキー場には大変申し訳ないんですけれども、多いんですよ、スキー場って。多いと言いますと。妙なものが。妙な思念だったりとか。いわゆるその、霊と呼ばれるものって、スキー場には多い傾向があるように思います。は結構人死にが多いところでもありますし。はい。どうしても今でもそのスキーに遊びに行ったりすると、結構怖い思いをすることはあったりするんですけれども。はい。その時、その泊まったペンションっていうのがなかなか衝撃的なものがあって。住み始めてから、2週間ぐらい経った日のことだったんですね。で、お風呂に入る時にですね、ペンションで、他のお客さんに気を使って、ちょっと夜遅く入るようにというふうに言われていたので、はい。11時半から12時ぐらいまで待って、毎晩入るのが慣例になっていたんですけれども、その日はもう少し遅くなって、12時半か1時ぐらい、日がもう変わってからですね、お風呂に入りに行きましたと。で、清掃のために、その男湯と女湯を、ある程度時間が経ったら切り替えるような形で、これは一般的な温泉宿とかでもよくやってることなんですけど、この時間帯は男湯、この時間帯は女湯と。で、そのペンションも同じように男湯と女湯を入れ替えていて、で、間違えてしまうと大変なので、私も男湯の方にその時に入っていったんです。で、ゆっくり着替えて、疲れていたので、これからちょっと体を洗おうかというふうに準備をして、で、ガラスの引き戸を開けて、シャワーを浴び始めたんですね。で、一回シャワーが終わってから湯船に浸かって、で、出て、最後にその、体を洗い流そうとしたときに、途端に、これはいるなっていうふうに一瞬思ったんですね。はい。で、真後ろに人の気配を感じたんですよ。誰かが来たと思って。で、最初は人だと思っていたんです。普通の人だと思っていたんですけれども、それが間違いだったんですよね。ただ、その時は分からなくって、ただ、自分もシャワーの水を浴びていて、目を完全に見開いているわけではなかったので、鏡越しにですね、その髪の長い方が入ってきたって気づいたんです。あれ、これはまずいなと思って。女性が入ってきた。なんとなくそのシルエットから、男性でないっていうところが見受けられたので、鏡も曇っているし、自分も目が半開きだったので、それが確かに女性かっていうところを言われるとわからなかったんですけど、最初にまずい、女湯と男湯を間違えてしまったっていう焦りがありました。最初は。でも、思い返してみたらちょっとおかしいなというふうに思ったんです。確かに間違えてしまっ
ったらまずいから、ちゃんと確認してから入ろうっていう記憶がまだ新しかったんですね。自分の中に。で、おかしいなと思って。で、その時はまだ気づかなかったんですけれども、一旦もう髪を洗い終えるまで、自分が髪を洗い終えるまで、とりあえず、お風呂を終わらせてから出ようと。で間違えたんだとしたら、どういう言い訳をしようかとか、どうやって謝ったらいいんだろうかっていうことをいろいろ考えながら過ごしていたんですけれども、でも、ちょっと時間が経って、おかしいなというふうに思ったんです。その、鏡越しにちらっと姿を確認してから、動かないんですよ。その人が。あれと思って。で、その動かないなって思った瞬間に気づいたんですよね。はい。あ、人じゃないなって。なので、その時に、自分が男湯と女湯を間違えたのではなくて、確かに男湯に入ったんだけれども、人じゃないものがいるって一瞬で気づいたんですね。で、いろんな方のいろんな話を聞いていても、いわゆるそういった、霊と呼ばれるものを見たときって、周りが全部白黒になるような感覚に襲われるんですよね。へー。で、なんて言うんでしょうね。まるで時間が止まっているかのような感覚。その自分が感じているものだけに色味がついていて、それ以外のものがモノクロになってしまうっていう、止まってしまうというような感覚があるんですけれども。はい。あれおかしいな。自分は確かに確認したのにな、男湯って思った瞬間にその白黒、そのモノクロに景色が変わる感覚に襲われて、これは間違いなく生きてない人だっていうふうにその時に分かったんです。そういう見え方するんですね。そうですね。はい。そういうふうに、とりわけ、こういう表現がいいのかわからないんですけれども、まずいもの、ちょっと強い思念だったり、強い記憶の残滓だったりするときに、そう感じることが多いなと。で、モノクロに変わったなっていう意識のズレがある瞬間、次に考えるのってまずいなっていうことなんですよね。これはあんまり良くないものだ。笑っていて、水を流し終えようと思った時に、真後ろにいるのがわかるんですよ。近づいてきてるんですよね、こちらに。足音がするでもなく、何か口を開いて言葉を発するでもなく、瞬間移動したかのように真後ろにいるのがわかるんです。あれこれ、反対側の洗い場にいたはずなのに、おかしいことって思って。で、もう自分はもう目を開けたくないんですよね。髪を洗い終えて。目を開けてしまうと、もう、本当に首筋に息を吹きかけられていてもおかしくないぐらいの距離にいるっていうのが分かったので。で、どうしたものか。早くお風呂場から出なきゃいけないし、かといって、今目を開けちゃいけないっていう思いもあって。なかなか迷いましたが、最終的にはもう目を開けるしかないなと思って。で、勇気を出して目を開けたんです。で、目を開けようと思ったんですけど、開かないんですよ。あれ？開かない。目が開かないと思って。目が開かないって思った瞬間に、耳元で私と同じって一言言われたんです。私と同じ。女性の声で、静かにゆっくり私と同じって言われたんです。で、その時はそこまで余裕がなかったんですけど、今考えてみると、あの瞬間で私と同じって言って何を思って私と同じって言ったんだろうというふうに不思議だったんですよ。で、私と同じってどういうことだ？俺、まだ生きてます。まだ生きているし、ちゃんとこの場にいる人ですよ。ふうに思ったし、ましてや女性でもない。何が同じなんだろうって。ずっと、一瞬考えた後に、目が開けられるようになったんですよ。目が開けられるようになって、で、ただ振り向く勇気はなかったんで、鏡を見たらですね、
ちょうど自分の右肩の上に女性がいるんです。鏡映ってるんですか？右肩の真上にちょうど顎が肩に乗るか乗らないかぐらいの位置に、ここにいるんですね。で、あ、私と同じっていうことの意味がその時に分かったんですよね。分かったんですか？どういうことですか？まあ、こういうことなんだろうなっていうことだと思ってるんですけれども、私もその時、髪を洗ったばかりで、水が、髪をこう真ん中で分けていて、水が流れ落ちてきていたんですけれども、右肩の真上にいた女性っていうのは、額が割れてしまっていたんです。で、血が、両側から流れ落ちてきているという状態の女性がいて、確かに、真ん中で髪をかき分けて水が流れ落ちてきてるっていうところは同じかもねって後になって自重気味に自分に言い聞かせたっていうところが実際で血がもう滴り落ちてたんですね。マークさんはシャワーの水が滴り落ちてたっていう。でもそんな血だらけの女性の顔が見えたわけですね。一瞬その顔が見えて、で、もうダメだって思って、その場でもうすぐに、そのガラスの引き戸を開けて、もうタオルを巻いて、もうこの際だからもう着替えるのは自分の部屋に戻ってからにしようと思って、もうタオルだけ巻いて、もう急ぎ自分の部屋に戻って、洋服はそのまま脱ぎ捨てたまんまにしちゃいました。相当怖かったんでしょうね。かなり怖かったですね。ちなみにそのペンションっていうのは、いわゆる何か昔事故があったとか人が亡くなったとかっていう場所だったんですか？いえ、そのペンションで特に誰かが亡くなったっていう話は、聞いてはいなかったんですけれども、そこのペンションに泊まってる間、それこそそれはもう本当に一軒だけで、いろんな体験はしましたね、そのペンションにいた間。ただ分かっていたのは、スキー場の名前は出さないんですけれども、国道沿いにある、スキー場で、名前を言えば多分誰もが知っている、スキーをしない人でも多分知っているぐらい有名な。ちなみに何県ですか？これを言っちゃうと多分分かっちゃうような気はするんですが、はい。で、国道沿い、大きな国道が通っていて、で、結構、開発した会社がそこを作るときに、かなり多くの無縁仏さんのお墓を潰して、駐車場やホテルを建てたっていう話が結構、少なくともそこでスキー場で働いてた人たちだったりとか、長くそこに住んでた人の間では有名で、なんでそんなにたくさん無縁仏のお墓が一箇所に集まってたのかって話を、地元の人に聞いたんですよね。そしたらば、国道ができる前は、もともとかなり大きな街道だったので、山賊が多く出たと。なるほど。いう話があって、で、山賊に襲われて、命を落としてしまった人たちのお墓がたくさんあったのを、あそこの駐車場だよっていう話が。ね、そうですもんね。いや、頭でね、スキー場って、実はそういう存在が多いんだよって時に、スキー場ってある意味、山じゃないですか。で、やっぱ雪山で、近くのところで登山をして遭難してしまってっていう方とか、なのかなとか思ってたんですけど、今回に限っては、そういった無縁仏の。そうかもしれないですね。いや、すごい話ですね。いや、私の親父って時に、最初ごめんなさいね。男風呂だと思って確信して入ってたら女性が入ってきちゃったから、って焦ってたわけじゃないですか。時に、その女性の幽霊も女性風呂と思って入ってきたら男性がいたから、って同じように思ってて、それで私も同じなんだよ、今。自分で、その男風呂、女風呂と思ったら、間違ってたって思ってる状況同じなんだよって言ってるのかなと思ったら全然違いました。すいませんでした。かなり気遣いができる例ですね。優しいです。フォロー上手というか。そう気にしないで私も一緒だから、みたいなね。でもちょっとすごいですね。その無縁仏の話まで聞くと、妙に納得してしまうというか。
やたらやっぱりそのスキー場は、特にその自分が行ったことがあるスキー場の中でも、変なものを多く見たところではあったので、あながちそういった過去があるのもわからない話ではないなというふうには納得がいったものではあります。いやー、ありがとうございます。いや、今回もね、その不思議なものが見えて感じてしまうっていうね、マークさんならではの素晴らしいお話でした。ありがとうございました。ありがとうございます。人の死期が分かってしまうことがあったっていう。ちなみに今まで近しい方とかで分かっちゃった。こういうふうに分かったんだって話とかあります？自分にその直接的に近しい方っていうような形で、その死期が分かったっていう試しは、そこまでなかったんですけれども、少し、友人の友人っていうぐらいの距離感だと、その死期が感じ取れたことっていうのはありました。どんな風に感じられたんですか？友人の友人に関してはですね、あるテレビ番組の曲がずっと頭の中で流れ続けてるんですよ。マークさんの。はい。はい。その人、その友達、その友人とその友人の友人がたまたま一緒にいるときに、背景で流れていたテレビ番組の音楽、テーマ曲だと思うんですけれども、私自身あまりテレビを見ないので、ちょっとどういった番組だったかっていうところは失念してしまったんですが、その番組のテーマソングが頭を離れないっていうことが1週間ぐらいあったんですね。で、思い返したときに、このテーマソング流れてたのって、あの人たちと一緒にいた時だって思ったときに、友人ではなくその友人の友人が、という気づきと一緒に、この人はもしかしたら長くないのかもっていうインスピレーションにつながったっていうことがありました。なんかこう直感的に、なんかこう、ってこう、思いつくというか。で、その直感が当たるってことなんですよ。そうですね。すごく直感的です。で、今までね、その人の半年後の未来とかも、見えてしまうというか、分かってしまったことがいくつかあったって話も聞いたんですけど、はい。それはどういう具体的に感じで今まであったんですか？はい。実際にその未来が見えるとか予知ができるっていう話では自分ではないと思っているんですね。ただ、未来って結局現在の蓄積の上に成り立っているものなので、はい、現在の状況から近い将来であれば、近い未来であれば、どういったことが起こるのかっていうところをある程度憶測するっていうと、今ある情報をベースになんとなくこうなるんじゃないだろうかっていう、天気予報ではないですけれども、それと似たようなものだとは思っているんですが、その中に、その個人が持っている考え、思念だったりとか、その個人に染みついている、その個人が帯びているですね。誰か他の人の思念だったりとかが混ざった状態を、勘が鋭いからなのか、そういったものを感じ取れてしまうからなのか、それを混ぜた上で推測しているので、ありていに言ってしまうと、その予報の材料が多い状態での未来予測です。例えばね、競馬の予想をする人がいるわけですよ。はい。で、その人は競馬が大好きで、はい、その馬のね、血筋だったりとか、馬の今までの戦績、そしてその日の天気、この日のね、コース、芝なのか土なのかとかってことを鑑みて、いろんなことから、予想するわけじゃないですか。はい。でも、外れること多いじゃないですか。はい。ただ、マークスの場合っていうのは、もちろんそういった情報がある中で、そこにプラスインスピレーションが働いて、そのインスピレーションが、直感がめちゃめちゃ働くってことなんですよね。そうですね。そういう表現もできるかなって思います。で、その直感の元になっている材料が、例えば先ほど、当て師っていうんでしょうかね。そういう競馬の予想を立てる方。でそういう方っておそらく長くやってると馬を見れば、いわゆる素人さんにはわからない馬のコンディションみたいなものが感覚的にわかるときってあると思うんですよ。今日は調子がいい、今日は調子が悪い。で、それって、そのインスピレーションなのか、あるいは長く馬を見てきたからデータが頭の中に入ってるからできることなのかは、実はラインが結構怪しいと思っていて。ただ、例えばもう一日に何人も見るお医者様。はい。で、何年間も蓄積で診察をしている。だから、この人先が長くないかもしれないとか、
あ、この人は大丈夫とかっていうのが、経験値から出てくる直感で分かるのは思うんですよ。はい。でも、別にそんなことされたわけじゃないじゃないですか。そうですね。それとはちょっと違う直感が働いている部分もあります。はい。だってある女性の方には、あれ彼氏できました？できてないよって言ったけど、その方、そのすぐ後に彼氏ができたとかっていうこともあったみたいですもんね。ありました。それもだからそういう風になんかパーンってこう、その人に彼氏がいるビジョンがこう何か直感として入ってくるみたいなことなんですか？そうですね。その人が楽しそうに見ている、楽しそうにしている状態がまず入ってきて、その人が一人じゃないっていう感覚が頭の中にあるんですね。いやー、なんか、すごくこう、バーンって見えるんですよとか、こうですごくその未来が鮮明にとかって言わないところが、なんか、すごく信憑性があるというか。いや、未来って、ものすごいたくさんの変数で出来上がっていると思うんですよね。無限形っていう表現があるんですけれども、ラプラスの悪魔っているじゃないですか。はい。現実に存在しているすべての変数を正しく解釈して、理解することができれば正確な未来予測ができるっていう、とても一人の人間にできることではまさかないとは思っているので、あくまで自分に持てる情報と、少し私の場合はその人が、帯びてしまっている思念だったりとか考えていることがなんとなく読み取れるっていうものを加味した上での予測ではあるので。だから、もちろんその、マークさんがその人に話をしたことによってもそれがまた違う未来に行く可能性があるわけですもんね。はい。例えば半年後、この人、このまま行ったら会社辞めるかもなって思った時に、あなた半年後会社辞めますよって言ったこの時点で、その人がそれを気にしだして、やっぱ辞めたくない。もっと会社に対してこう感謝を持っていこうと思ったら、辞めない未来に行く可能性もあるわけですよね。あります。ただ、このまま行ったらそういう未来が見えますよってことをお伝えするってことなんですよね。はい。おっしゃる通りです。だから、外れてないとかじゃないんですよね。その時にそういうビジョンが見えたっていう。で、何も言わなければ、そのまま行って、それが当たる可能性が高いっていうことですもんね。そういうことだと私も思ってます。なんかめちゃめちゃなんかこう信用できるというか、すごくこう、なんかいつも前回もそうですけど、頭がいい方なので、わかりやすく僕とかになんか噛み砕いて説明してくださってありがとうございます。いえいえ、そんな。